にちは。お名前伺ってもいいですか？ギレルメ正幸、友達西村です。よろしくお願いします。いつもサイン書くのが大変大変なのにニコちゃんマークまで書いてもっと大変にしちゃう西村です。よろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いす。します。この辺ってちなみになんかゆかりあったりするんですか？この辺はなんかオーディション期間中結構通ったりしたところであって、でオーディション終わってからのポイント期間もこの辺でなんかウルフの撮影したりしました。あ、なるほど。はい。じゃあわりかし思い出の地なんですか？そうですね。結構オーディションといえばここかな、この辺周辺って感じな感覚があります。寒いですね今日。この前も寒かったって言ってましたもんね、りょうじくん。雨で。はい。前結構晴れが続いてた時にそのピンポイントで雨降ってた。いや多分りょうじくん雨男っすね。僕結構晴れ男な自信あるんですよ。なんかサッカーの大会とか雨予報なのに晴れたりとか結構ちょくちょくあったんで。この辺はちなみにこの辺ですか？この道ですか？歩いたりします？ああ、歩きます。そこの駅から実際に事務所行く時もここ使ったり、向こうから来たりする時こっち来たりします。すごいこの道合宿思い出します。合宿にみんなで歩いて向かう道がここだったんで。あ、そうなんですね。朝みんなでみんなでこう事務所の方行ったりとか。そうです。一緒の時とかしてました。はい。公園行ってみますか？行きます。めっちゃいい場所ですね。うわ、めっちゃサッカーやりたくなってきた。僕サッカーやってたんで。うわ、音が懐かしいですね。サッカーやってたんですね。はい、僕も上京する寸前までは社会人とかも入って、でフットサルチームのなんかセレクションとかも受けたりしてました、プロの。で友達とかも結構プロサッカー選手になったり、フットサル選手になったりしてて、こうサッカーはずっとやってましたね。のどかですね。ここ来たりします？ここ前来ました。ウルフで TikTok を撮りに、ここから前夕日を撮ってなんかすごい映える写真を撮ったことあります。はい。じゃあ頂上に着きました。わー、景色が綺麗です。大都会ですよ。でも見えないですね。こう歩いてくるとすごい都会には思えないですけど。ではちょっとギレルメさんのはい半生を伺いたいんです。感性ですか？いや、半生です。あ、半生です。はい。今のどっちですか？半生。りょうじくんも同じ間違いしたんです。あ、そうなんですか？全然分かんなかったです。感性。全く同じ間違いしました。やっぱ似てますね、僕たち。ルイは友を呼ぶですよ、きっと。まあ人生について伺います。はい。はい。まずギレルメさんの年齢を教えてもらっていいですか？はい、25歳です。大晦日に生まれました。1997年の。はい。1997年12月31日生まれ。そうなんです。大変な時に生まれました。出身はどちらですか？出身は国籍とかはブラジルなんですけど、育ちとかは静岡県の育ちは掛川市で、今袋井だったり行ったりしてます。で国籍はブラジル。そうです。はい。小さい時に一瞬ブラジル行ったりしてっていう感じで、生まれは一応日本なんですよ。あ、そうなんですね。はい。ブラジルでの記憶ってあります？裸足でサッカーやってたこととかですか？あとは道路でなんかめちゃめちゃ道路が土なんですけど、ビー玉でなんかビリヤードみたいな遊びしてました。それ大体何歳ぐらいの？3から5歳のその辺だと思います。家族構成ですよね。僕の家族構成は、はい、母1人、父1人、弟2人います。で2個下の弟と今中学生の弟がいて、5人家族です。お父さんが日本人ですか？お父さんは日系ブラジル人で、お母さんがヨーロッパ系ブラジル人です。
でブラジル混血みたいなのが多くてっていうハーフのハーフみたいな感じです。あ、そうなんですね。はい。じゃブラジルの血が結構入ってるっていう、そうです。メインはブラジルです。なので国籍はブラジルです。なるほど。はい。子供の頃どんな子供でしたか？僕はめちゃめちゃ多分遊ぶのが好きで、外でめっちゃ遊んでました。なんか運動も好きですし、虫もめちゃめちゃ好きで、昆虫とかすごい捕まえて、カブトムシ30匹ぐらい虫かごに詰めて持って帰って怒られたり、なんかトカゲみたいなの捕まえてなんか育てたりとか、めっちゃそういうタイプな人でした。結構じゃあ野生児なんですか？はい、結構野生児でした団地育ちだったっていうのもあって、はい、団地の外の裏山とかでなんか団地の子たちと遊んだりとかがすごい好きだったので、そういう感じな人でしたね。当時流行ってたものですか？いや、ポケモンのゲームが唯一持ってたゲームで、それをひたすらやり込んでました。何回も最初からにして。ゲームボーイアドバンスっていうこんぐらいの形のやつで、はい、ファイアレッドとかルビーサファイアリーフグリーンとか、そういうなんかやつやってました。じゃあポケモン大好きで。ポケモン大好きです。活発な子だったんですか？活発でしたね。なんかスポーツもサッカーとか野球とかもなんか友達とやったり、なんか結構田舎だったんですけど、なんか午前中とかゲートゴルフやってるおばあちゃんたちがいたんで、そこに勝手に混ざってやらせてって言ってゲートボールやったりしてましたじゃあ結構こうコミュニケーション能力も高いというか。そうですね、めっちゃ喋るタイプでした。小学校とかも。じゃあスポーツは結構万能だったりしますか？結構得意でしたね。学校とか好きでした。スポーツテストとかもずっと上位だったりしてました。勉強の方はどうだったんですか？いや、勉強はあんま得意じゃなかったですね。図工っていうんですか、小学校とかは。図工とかその美術高校とかになるとそういう系は好きでした。なんか自分の感性を出せるようなものは。あと音楽とかも好きでした。数学とか算数が一番ちょっと苦手でしたね。じゃあこう自分が表現するようなものは得意だった。そうですね。なんか結構自分の顔のデッサンで絵描いて、それが金賞取れちゃって、小学校3年生4年生の廊下に自分のデッサン飾られてたんですけど、それ知らずにいつの間にか自分の顔があってめっちゃ恥ずかしかった記憶あります自分の写真が貼られたってこと？そうです。あんま自分がもともと好きじゃないタイプだったんで、めっちゃ嫌で、その2年間すっごいめっちゃその廊下通りたくなかったですね。でもその絵で評価されて、はそうやって表示されたってことですよね。い、そうです。じゃあ結構その美術的な感性はあったんですね。ぽいですね、多分。ちなみにお家の環境的にはどうだったんですか？その裕福な方なのか。いや、全然裕福じゃないです。いや、普通以下ですね。僕お父さんしか働いてなくて、でずっと団地暮らしだったんで、なんか好きなゲームとかはあんま買ってもらえなくて、それこそ唯一買ってもらえたそのソフトとかゲームがポケモンで持ってたので、それをずっとやってた感じになります。じゃああんまりゲームとかおもちゃとか買ってもらえなかったから、こう1個のそうですポケモンね、だけでずっと楽しんでた感じです。あとはサッカーボールとか。結構外の方に行ったって。そうですね、遊びがはい。苦労してる感じってありました？家族ってのは。そう、金銭面で。そうですね、なんか小学校の時とかはあんまそれを感じなかったんですけど、多分僕が結構外で遊んだりあんま物事考えないタイプだったので、でもサッカー小学校からやれなかったとかですかね。なんかスポーツやりたくてもやっぱそれプラスアルファじゃないですか、そのクラブチーム入るとかっていうので、いろんなユニフォーム買ったりとか。そうです。そのシューズも買わなきゃいけないし。はい。それでやれなくて、1年だけ小学校の時サッカーやったんですけど、もうちょっとカツカツだからって言ってやめたのは覚えてます。4年生から5年生の間にやったんですけど、その1年でやっぱ結構カツカツになって、多分
多分今思うと中学上がるから貯金したくて、で一回サッカーをやりたかったんですけど普通にやめたっていうのが。じゃあ本当はここね、もっとサッカー頑張りたかった時期だったのにっていうのはなんか覚えてますね。どんなお父さん？お父さん、はい、いやもうめっちゃ温厚というか怒りっていう字があんまないタイプなんかのほほんとしてる人なんですけど、でもなんか僕たちのために夜勤、あの人はもうお父さんは毎日夜勤やってて、で僕たちのために結構自分の服とかも買わずになんかご飯食べさせてくれたり、結構家族思いのお父さんですね。何の仕事してたんですか？あれ倉庫のフォークリフトでなんか段ボール運んだり、おむつのおむつ系のやつをやったりしてます。工場内での？そうですね、工場内でのその荷物を運んだりする人です。お母さんはどんな？お母さんはずっとでもバイトも一時期したりしてたんですけど、主婦としてすごい家族を一番明るくしてくれる存在ですね。その時期のあだ名ってどういう感じなんですか？ギーですね。お母さんとかからギーって呼ばれてました。ギレル正幸友達西村です。はい。これどこが名前で？僕は、ギレルメ正幸が名前で、友達西村が名字です。で、ギレルメが外国の名前で、正幸が日本の名前で、その正幸っていうのも本当は正幸にお父さんがしたかったんですけど、書類を提出するときに間違えて正幸を「け」って書いちゃって、一生正幸っていうので、ありがたい名前をつけていただいたっていうので、ギレルメ正幸が名前です。で、友達がブラジルの名字で、西村が日本の名字です。なるほど。はい、じゃあ本当は正幸くんなんですね。本当は正幸くんなんです。で、多分幼稚園の先生とかも気使って、幼稚園の道具とか名前貼ってあるじゃないですか。見ると正幸くんって書いてあるんですよ。正幸なんだよなって今思うと気使ってくれてたんだなって思います。だんだん多分正幸が普通になってくるんですよ。僕の周りの人は。だんだんそうなっていくと思います。なるほど。なんで毛なんだろうなとは思ってた。そうですか。いや、そうなんですよ。中学校とかどんな感じだったんですか？中学校はもう一気にサッカー部入ることができたんで、サッカー部入ってもうサッカー尽くしの毎日でしたね。なんかサッカー行って帰ってきて夜ご飯食べるまでサッカーやって、ご飯食べてからまたサッカーやって、お風呂入って寝てサッカー行ってって感じでした。もうサッカーずっとやってました。じゃあだいぶサッカー少年。もうすごい好きでしたね。なんかみんなより遅れて中学からサッカー始めたんですけど、1年だけ小学校の時やってたんですけど、その時夏までになんかリフティングを200回やらなきゃいけないみたいな試練があって、で456なんで3ヶ月でなんかほぼ不可能で、それでもできないとレギュラー入れないって言われて、で周りはもうみんなできる子なんで200回とかもうできてる人いるんですよ。余裕で。はい。もう1000何回とかいうやついて、みたいな。でもそれがなんかすごい悔しいってのがあって、ずっとやってたら200回できるようになって、3ヶ月で。はい。200回できるようになってっていうので、どんどんサッカーをのめり込んでいった感じですね。しかも負けず嫌いなのがあるかもしれないです。ポジションはどうなんですか、サッカーの？ポジションはフォワードでしたね。主にフォワード、左サイドハーフ、右サイドハーフ、トップ下とかでしたね。攻撃の点取りって感じでした。じゃあ結構点数も決めて。そうですね。特に高校の時に爆発した感じですね、自分は。なんかサッカー力っていうか、が結構ついたのは高校生とかですかね。特に中学とかは割とやっとレギュラー頑張って取ったみたいな感じだったんですけど、高校になってから割と普通に出れるようになったって感じです。それは部活動ですよね？部活です。
それ結構強い学校だったんですか？中学とかは割とその県大会とか出たりしてて、で高校とかで僕なんかそういうクラブチームとか入りたかったんですけど、やっぱお金がどうしてもやっぱかかるので、普通の高校行ってから専門学校でもっとちゃんとサッカーしようって言って、でも普通のそんな強くもない普通の高校でキャプテンやって、サッカーをなんていうんですか、いろいろ自分のどうやればいいのかっていうと自分で考えてやって、で専門学校でも東京出てきてサッカーの専門学校行こうかなとか思ってたんですけど、でその専門学校もなんかいざとなったら金銭的理由でできなくて、結局社会人になったっていう。じゃあ結構金銭面がネックで夢を諦めたりとかあったんですか？結構ありましたね。なんかスパイク代とかも自分でバイトして買ってましたし。高校卒業後はどうしたんですか？地元で一番大手の自動車会社になんか奇跡的に入社することができて、でそこで毎日組み立ててました。自動車作ったりしてました。どういうことをしてたんですか、具体的に？なんか郵便局の車だったり、バンとか軽トラとか、だいたい多分その街に走ってる軽トラとかはそこのとこで作ったりしてました。車の後ろ入ってみたいな。そうです。もうめっちゃ車入ってる。カシャカシャカシャンカシャンってやって、傷つけちゃったみたいなとかあったり結構ありましたね。そういうのをやって、で一応その中でもなんか班長手前のリリーフマンっていうなんか役職があって、その助っ人みたいな、呼ばれたら行って直すみたいなのをやってました。それ何歳ぐらいですか？19後半くらいなんで結構仕事できたんですね。覚えるのは早かったです。器用なんですね。手先は結構作るのとか好きなんで、もしかしたら人より器用かもしれないです。じゃあギレルメさんがこう手掛けた車が今どっか走ってるかもしれないです。はい、走ってるかもしれないです。結構ガチで、僕多分4年くらいいたんで、はい、多分4年分の毎日400台くらい作ってたんですよ。かける4年なんで結構その辺にいるかもしれないです、僕が作った車。かなりの台数です、はい、計算すると多分かなり。車の製造、それなんでやめちゃったんですか？それは上京して音楽やりたいっていう理由でもうやめました。なるほど、音楽が理由だったんですね。はい。それは元々のきっかけっていうのは何なんですか？きっかけは僕はずっとその音楽が好きで、中学とかからなんかウォークマンっていうのが流行って、自分の世代でウォークマンでめっちゃ音楽聴いたり、 iPod Touch で音楽聴いたりしてて、でなんかサッカーとか向かってる途中の車の中で聴いたり、こっそりポケットで入れて持ってたりしてたんですけど、そういう時に聴いてた音楽とかがそのEXILE さんっていうのが中学校とかでした。で高校に上がって洋楽いっぱい聴き出してっていうので、だんだん音楽はずっと好きだったんですけど、サッカーをやめたってなった時に、夢を諦めた時にずっとお母さんがその諦めたことを自分が悪いみたいな、自分に責任感をお母さん持ってて、金銭面でそうです、諦めなきゃいけなかったとか、そういうことですか？はい、そうです。でそんなことはないよって感じだったんですけど、で普通にサッカーも好きで続けてたりしてて、で音楽もその時ハマってて、高校卒業してから割と歌とかずっと歌ってたり、一人でカラオケで練習したり、あとは制作って言って友達となんかラップ作ってみたりとか、ラップもすごい流行ってたんですよ、僕高校の時に。よく歌ってたのは何ですか？歌で僕がよく歌ってたのは清水翔太さんバージョンの366日とか、あとホームとか好きでしたね。あと EXILE さんの I wish for you とか、結構自分の青春の歌ですね。もっと強くとかもめっちゃ好きです。あと海猿とかも僕ちょうど世代なんで、それもあって結構すごい自分の青春の1ページに
ありますね。EXILE さんの曲っていうか。僕、ザ・ウィーケンドがずっと高校生の時から好きで、初めてスターボーイのアルバム聴いた時に衝撃的で、そこからそのフロー、メローラップみたいなのだったり R&B だったりっていう音楽をずっと聴いててっていうのでどんどんハマっていった感じですね。歌の入り口ですね。はい、歌の入り口がそうですね。まあその音楽をやりたいからこう上京し始めたっていうことなんですけど、その間こう何で生計立ってたんですか？その間はいろんなことしましたね。なんか土木やったり、引っ越しの仕事もやったり、なんか脱毛の仕事もやったり。いろんなことやってますね。はい。あとバーも掛け持ちでバーやったり、それこそトラックの運転手だったり。トラックの運転手されてたんですよね。そうですね。トラックの運転手をその友達のお父さんが社長だったんで、紹介してもらって。トラックはどれぐらいやってたんですか？8ヶ月とかですか。あ、じゃあ1年前やってないです。はい。オーディションちょっと前くらい。それは何を運んでますか？肉を運んでました。肉とか。どっから埼玉にまず事務所があって、でその友達のお父さんの事務所に泊めさせてもらったりしてて、で埼玉スタートで港区行きますで、その港区に肉のその積むところがあるので肉積んで、そっから平和島みたいなわかります？その辺まで行って、でそっからまた別の肉積んで神奈川行って、で神奈川行ってからって言って柏行って、で柏行ってから埼玉の三郷に行ってで帰りましたっていう感じです。関東をぐるぐる？そうです。関東をぐるぐるしてました。たまにギリ静岡じゃないところ行ったり、いろんなとこ行ってましたね。大変でしたね。いやでも良かったのが、僕音楽本当に好きなので、その音楽聴きながらトラック運転できるのはすごい良かったです。時間とかは大変でしたね。朝から晩までだった。寒くなってきましたバレました？これ実はなんかサッカーのビブスみたいでスケスケなんですよ。めちゃくちゃ寒いんだ。のロケは寒くなる。そうですね。結構気温が下がる傾向にあるみたいです。はい。トラック運転手のやってる間ってこうなんか音楽関係なんかやらなかったんですか？ライブの案件とかがあったらライブ出たり参加させていただいたりして、歌ってた曲はやっぱりその清水翔太さんだったりがすごい好きで。それはライブではカバーとかしてたんですか？ライブはカバーもしてましたし、その制作も自分たちで曲作ってしたりしてました。じゃあオリジナルソングもライブで披露してた？あります。はい。それはどういった系の歌なんですか？それはなんか結構 J-POP だったり R&B っぽい感じのその今風なテイストで音楽を作ってました。もともとしかも僕一人じゃなくてその友達がいて、その友達と2人でやってたので、ツインボーカルみたいな感じ？はい、2人でやってクラブで歌ったり、そのライブ会場で歌ったりしてました。それは基本的にはこう自主トレなんですか？もう全部自主的ですね。なんかどこにも属さず、もう自分たちでただそのあるものを目指して自分たちがなりたいその音楽とかアーティストに向かって毎日模索しながら、本当にそのもう右左分からず上京してきて、で本当に何をすればいいんだろうとかそういう状況だったんで、ひたすら手当たり次第何でもやってみるのね。何でもやってオーディション受けて、でオーディションいろんなのをバーって受けてたり、で自分たちでも音楽制作してみたり、
ライブしてみたりとかいっぱいしてましたね。結構苦い思いを上京してからすごいしたので、なんかすごい食らいまくったので。それは何でなんですか？ライブ会場とかライブした後にお前マジ下手だよとか全然あって、それで悔しくて、ほとんどそんな感じだったんで、お前には無理だよみたいな、いい仕事他の紹介してやるよとか、そういう感じな扱いされてたんで。で、あるオーディションで出会うんですね。そうです。アイコン Z っていうオーディションに出会って、最初はすごいめちゃめちゃ人がいるなっていうのがあって。どっちで受けたんですか？東京、大阪。僕東京で受けました。で東京の新宿のところに行って、ですごいめっちゃ人いるなって言って、でみんな LDH がその好きそうな方だったり、すごいダンスの方もいたり、そのコンローがすごい人も、僕もコンローだったんですけどいたりして。そうですね、当時の髪型。はい。だけどここにいるその周りの人らに自分は何が負けないかって考えたら、なんかやっぱ気持ちとか、そういうなんかバックボーンだったり、誰よりも覚悟を腹くくってきてるなっていうのは、その時からすごい負けないなっては感じてました。なんか今思うと変なよくわからない自信だったんですけど、自信だけはありました、その時。でも唯一気にしたのはやっぱここで決めないともう次はチャンス来ないなっていうのは、すごい最初から頭の片隅にはずっとありましたね。通過していったじゃないですか。はい。何が要因だったと思います？自己分析すると。自己分析すると、いやでもやっぱなんか自分がその絶対負けないっていう自信から出てくるなんか雰囲気とか、多分そういう感じだったと思います。あとはそのオーディションで初めてそのラップをちゃんとアウトプットすることをしたんですけど、今まではリリックはたくさん書いてて、歌ですごい制作してきてて、でもラップをちゃんとアウトプットした時にすごい自分にはまって、なんか自分のバックボーンとかに居心地が良かったというか、ラップをしててっていうので、本当にそのタイミングでラップがハマったっていうのも多分一つの要因だったのかなと思います。ラップも好きになって、新たなその自分の武器が一個増えたっていう感覚はあります。オーディションを進むにつれて親御さんの反応はどうだったんですか？いや、お母さんとかはもう上京する時から絶対行けるって言って、絶対なれるってずっと親、家族、あと地元の仲間とかはみんな言ってくれてたんで、オーディション中もボイスメッセージとかのシーンがあったんですけど、でも毎日あんな感じで、オーディション以外もトラックの運転手してる時もボイスメッセージで自分を信じてっていうのはずっと言ってくれてて、応援だけはずっとしてくださってました。まず第一章で一番辛かったことなんですか？ダンスです。ダンスがもう辛かったっていうか、なんかすごい周りがうますぎて、なんていうんですか、責任感がすごいあった感じです。ダンスを全くの未経験でしょ？はい。ダンスが上手くならなきゃまずいけないっていうのがありましたね。結構辛かった時期はありました。具体的に言うとどの辺がありますか？最初の G ファクションに選んでいただいて、でクルーナーズにも選ばれた時に2つ掛け持ちだったんですけど、その初心者で2つダンスを掛け持ちするのがすごい自分の中でなんていうんですか、今世紀最大の壁っていう感じがして、なんかその同じ期間に2つのことをやるのですら、言ったらオーディション中だったらそれができたら自分がプラスのアピールができるので、プラスなんです、チャンスっちゃチャンスなんですけど、
でもそのどっちもやったことないことをやっていくのがすごい初めての挑戦で大変だったっていうのがありましたね。2個チーム持ってた時に。G ファクションはいでしたね、もともと。そうですね。落選しちゃったんですけど、もう今でも思い出すとすごいうわーってなりますね。その支えられた部分もあったので、 G ファクションのメンバーには特にそのダンスの面とかでも自分がその時は本当に素直に思ったのが自分のせいだなっていう、自分がもっと踊れたらとか、自分が学生の時にもっとサッカーじゃなくてダンスしてたらとか、そこまで思ってたんですか？はい、自分がもっとなんかラップを早く始めたりとか歌早く始めたりとか、あとはもう本当に年齢が若かったりとか身長がもっとあったりとか、なんかいろいろ考えましたね、その瞬間に。全部マイナスになっちゃったんですか？はいでもこうクルーナーズは残ったんですか？そうです、はい、クルーナーズは残って、でもそのクルーナーズのメンバーにも健介がいたりで、クルーナーズも全力で僕はやってたので、なんかどっちが片方じゃなくてどっちのチームも受かりたかったんで、そこはもう本当に嬉しかったんですけど、クルーナーズに戻った時にやっぱ自分の遅れは感じましたね。その2つやってた分分散されたりもしてたなっていうのはすごいあって、よりなんかまた自分がこのチームに迷惑かけるんじゃないかっていう怖さはありましたね。でオーディションのその合宿自体もすごいやっぱハードだったので、もう普通にいろんなことを教えてくださりましたし、いろんな愛を持ったきつい言葉もすごい言ってくださったので、その時は本当に結構大変でした。武道館で武道館でちゃんとみんなで仕上げることができてたんですけど、リルリーグが受かって、で僕たちが脱落っていう感じになりました。その時どう思いました？いや、その終わった時は僕全然泣かなかったんですけど、でもその時は本当にリルリーグがたっちゃんとかもセナとかも元チームメイトなので言ったらすごい嬉しかったですし、でリルのみんなも普通になんちゃんとかもなんなら一緒に帰ったりしてた時もありましたし、みんな仲間だったので普通にこう本当に嬉しくて拍手したんですけど、やっぱり下行くと明日からどの仕事すればいいんだとか、どうしようっつって頭真っ白になってましたし、またなんか終わったって感じがすごいあって、明日からどうなるんだろうみたいな、生活みたいな仕事も辞めたので、それは自分の勝手で辞めたんですけど、でも結構心配にはなりましたね、明日が。その後どうなってました？でその後にヒロさんからその第2章のお話をいただいて、もう新たにチャンスをいただけたってことで、もうシフトが完全にもうその瞬間にその2章のシフトに変わって、次こそは絶対にっていうのと同時にっていう感覚でしたね。その時はもう絶対にやってやろうっていうので、ダンスは明日からまた上手くなるっていう、ダンスと歌とラップ全部なんですけどっていうのはありました。あとはそれ以外にも結構もっと自分を磨こうっていう、なんか人間的にもその美術的にももっと良くならないとなっていうのはすごい毎日考えてました。光るものを。衣装どれぐらいから動き出したんでしょう2章は夏くらいですねにそうです、期間が空いてから結構動きました。
なのでその間割といろいろ心配でしたね。何考えてたんですか一番？もう練習とかは本当にすればするほど多分伸びるっていうのは分かってたので練習はするんですけど、生活が心配だったのと、あとは僕たちは本当に受かるのだろうか、まあそれは自分次第なんですけど、なんか明日が見えない毎日でした。明日が何で制限されてたんですか？バイトですね。一瞬地元帰って土木したり、なんかこっちの方でとんかつ屋さんやったりのバイトしたり、なんかいろいろ日雇いのバイトをたくさんしてました。で夏からそうですね、動き出して合宿が始まって D リーガーとスー君たちがボンドンドンドドンみたいな感じで来て、うわどんな感じで来たんですか？来て紹介しますデデンデンデデンデデンデンデデンみたいな感じで、もうすごい人らが来たって思って、でダンスもセガサミーもレジットの2人ももうすごいもうパッ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 みたいな、もうかっけえみたいな、やばいなっていうので、ちょっとその時にまた焦りもあったんですけど、でもやっぱ自分を信じてっていうのはすごい親はずっと言ってくれたので、もう本当に全力でただただ自分らしくやろうっていうのでやってました。一生の反省を生かして効率的にいろいろ物事やれるように、ダンスになりすぎず自分の良さをもっとやっぱ磨かないと、その中ではただ埋もれてしまうだけだなって思ったので、いつもよりも歌とラップを多めに合宿で自主練したりとかしてました。でその後はどういった流れになる？でそうですね、合宿終わってでグループ発表になって、でその時誰となるんだろうとかあったんですけど、ウルフのメンバーに自分が呼ばれた時に、言ったらクックはずっと一緒だったので安心感はあったんですけど、で初めは本当にその不安もありましたね。人数が一番少ないしダンスやってるメンバーがいないっていうので大丈夫なのかっていうのはすごくあって、まあ、考えすぎてたんですけど、多分きっと僕たちは。でもその時期もなきゃいけなかったなっていう。で面白いのが、そのウルフのメンバー意外と合宿でお風呂最後に入ってたメンバーなんですよはい意外な共通点があった。はい、お風呂に最後入った時にクック、スー君、リョウジ君とか、あと琥珀あたりがいて、意外とそのところで話してはいたんですけど、でも最初はやっぱり不安でしたね。人数が少ないっていうのと、であとはその普通に世間の声もやっぱりもう正直に言うと、このグループは受からせる気ないとか結構聞いたの、目に入ってきたりもしてたので、やっぱり見ちゃいました。すごいそのドリーマー Z のこととかにすごい反応して見たりしてたんですけど、やっぱ結構あって、でも逆にそれがその時は燃えて、見てろよみたいになって、でみんな同じ考えだったんで、僕らいけるなっていうのはその時に確信しました。なんかやっぱ逆境をバネにしないといけないっていうのが結構多分これからもあるので、なんか爆発力に変えたいっていうのはみんな思ってて、本当にひたむきに全力でやってましたね。その最初の特にその期間とかはみんなで支え合ってました。今も支え合ってるんですけど、その後に課題曲発表とかもあって、ラブレッド聴いた時にもう本当になんていい曲なんだっていうのを、小吉さんは本当に天才だって思いました。
でそのラブレットを聞いて練習みんなでして、でだるまさんもすごいもうスタジオに毎日のように来てくださって、で僕たちの思いもすごい組んでくださって、でそれに恩返しするためにも僕たちは練習もっとやろうって言ってやってましたし、でその中間発表というか成果発表の時が来て、みんなで髪の毛シルバーに揃えてやって、まあ今ある力を全部出し切ろう、後悔ないように出し切ろうっていうふうにもう毎日やってましたね。でその後に SNS のポイントのなんかグループ審査の方法が発表されて、うわーってなんか少ないけど大丈夫なんかなっていうのまた来たんですけど、いやでもやるしかないっていうので。確かに SNS とかなるともう人数が多いメンバーはファンがつきやすいじゃないですか、数的にも。はい、そういった面でもやっぱり気になっちゃいました。気になりましたね。やっぱしかもすごい勢いやっぱ見える感じのなんか迫力がすごいので、やっぱ周りのチームは人数多いっていうのもあってすごい不安はあったんですけど、常に。でも不安と戦いながらもみんなの信頼がすごいあったので乗り越えようっていうのと、でもその期間中にやっぱ見つけたというか分かったのが、ウルフはメンバーは4人かもしれないんですけど、応援してくれる方のもう熱量はどこにも負けないっていうなんかのがあって、毎日 SNS の配信してるのにもかかわらず毎日2000人くらいの方が見に来てくださったりしてて、なんでなんかすごい一人じゃない、僕ら4人なんですけど4人以上いる感覚になって、すごい応援してくださる方がパワーになって、絶対に受かろうっていう気持ちになってましたね。それで武者修行になって、実際にそう応援してくださる方とご対面っていうか、その実際にもう直接パフォーマンスすることができて、さらになんか皆さんの目だったり小さい子のその笑顔だったり、なんか最前列に、まあこれ武者期間中になんですけど、なんていうんですか、僕たちの歌でなんか勇気をもらえる人ってこんなにもいるんだって思って、だからこそここでくじけちゃいけないっていうのを再度認識しましたし、なんかファイナルの時には僕ら何も企画してないのにハートがもういっぱいみんなで配ってあって、いやなんてあったかいすごいパワーのある応援してくださる方なんだって思って、恩返しをしたいっていうのが常に自分たちの中ではありました。最後結果発表でパフォーマンスさせていただいて、で無事合格でパーンってなった時はもうなんか本当に頭真っ白になりましたし、でも自分を信じてよかったなっていう、自分とあとは応援してくれる方も信じてよかったですし、頑張ってよかったなって思いました。あと一番は本当に SNS ポイントがダントツで僕たち1位だったので、最後のステージでその泣かずになんか笑顔でいられたのも逆に笑顔にさせてもらったんで、絶対に今後大きいステージに立ってすごい皆さんを笑顔にしないとなっていうのはその瞬間に思いました。どうですか、思い返すと。いやーなんかあの時なんで不安だったんだろうなっていうのは思います。でもあの不安があったからこそすごいいろんなことがパワーになってたので、これからもこのメンバーなら何でも腹割って話せますし、もうなんか嫌なこともプラスに変えれるグループっていうのはもう体現してるので、なんか不安っていうよりかは
なんかワクワクと、あとは責任感っていうのはもちろん増えたんですけど、頑張らないとっていうのがあります。今どんな存在ですか？いや、もう家族って感じです。もう一緒に毎日いますし、やっぱ自分のことも分かってくれてますし、僕はこういう時はこうでとか、逆に僕もこういう時はなんかそっとしといてあげようとか、こういう時はなんか結構お互いを分かり合えてるので、もう家族みたいな感じですね、本当に。僕は長男なんですけど、2人はお兄ちゃんができたみたいな感じで、クックに関してはクックも年下なんですけど、でもお互いなんかやっぱためな感覚で、なんていうんですか、一番長くオーディション、はい、初めから最後までずっといるので、もうなんか弟でもないって感じですね。もう仲間家族みたいな感じです家族仲間みたいな。じゃあこの夢は何ですか？夢はいっぱいあるんですけど、スタジアムにまずは行くことと、もう一個言っていいですか？親に家を買うことです。親孝行っていう気持ち。はい、親孝行はもうまだもうしきれてるなんて絶対に言えないくらいできてないんで、絶対にしたいですね。スタジアムと親孝行、あとは本当にいつも応援してくださる方への恩返しは常にしたいですね。で、結構いろいろこれまで話してきて、いろんな思いはあるんですけど、やっぱりその YouTube のチャンネル登録者数がデビュー日までに10万人超えなきゃいけないっていうのがあって、で僕たちもただその YouTube をやるだけじゃなくて、いろんな方に自分たちの音楽を届けられるように、まずはその10万人という目標を設定させていただいてて、絶対にそこはクリアしたいので、チャンネル登録と高評価とコメントの方もよろしくお願いします。また試練ですね。そうです。また試練なんですけど、でもバネにしてきます。いろいろぴょんぴょんって感じで。今日寒いですね。いや、めっちゃ寒いっす。寒いっす。プール出たかってくらい寒いっすなんでなんですかねじゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。